私はどこに連れて行かれたんだ。あの機械から剣を引き抜こうとした時、突然辺りが明るくなり、気がついたらこの不毛の大地にいた。あの機械の正体はわからない。だが破壊しなければならなかった。ネルヴァの死体も一緒に転送されてきたが、私がつけた胸の傷からはまだ血が流れている。彼はあれだけのことをした。それでもやはり埋葬してやるべきかもしれない。彼は独裁者だった。だがそれでも戦士として死んだ。今はとにかく顔の傷の治療をして体を休めよう。今ここは夜だ。探索するなら日中の方が安全だ。今日は運が良かった。傷に包帯を巻き終えた頃、太陽が昇り始めた。それを見ていなかったらネルヴァの体を見ることもなかっただろう。その体は私がそれを置いた300歩先でくすぶっていた。日光が体を燃やしていた。先に見つけていた洞窟を思い出した。私は全速力でそこを目指した。足は痛むし、鎧からは煙が出ていたが、なんとか間に合った。太陽に殺されそうになった。私の意識は朦朧としていたが、その状態がおかしくもあった。化け物たちや軍隊どもは私に勝つことができなかった。次は太陽にチャンスを与えよう。最後に勝つのは私だ。昨日これ以上ここに留まることができないということに気づいた。包帯代わりにできる服はもうない。近くにある苔はほぼ全て食べ尽くしてしまった。地表に出れば太陽の熱を浴びる可能性がある。だから私は洞窟のさらに奥深くに潜ることにした。危険な道のりだったが選択は正しかった。この洞窟は思っていた以上に大きい。というよりも本当に洞窟なのだろうか。ここには大きな森が生い茂っている。まるで大地全体が過去に逆戻りしたみたいだ。しかしこの状況には見覚えがある。空気が濃く、野生動物の声と匂いがする。警戒が必要だ。ここの光は地表の光のように燃えてはいない。しかも天井から照らしているわけでもない。なぜかはわからない。だが私はそれを受け入れている。トゲのある小さな怪物の群れに襲われた。今の私でなければきっと彼らに恐怖していただろう。だが今はどんな動物も怖くない。多くを始末したが怪物たちはその後も現れ続けた。壊滅状態になっても彼らがおじけづくことはなかった。私が輝く奇妙な柱に近づくとようやく怪物たちは退散した。彼らはその柱の放つ不思議な光を恐れているようだ。彼らが現れたらこの弱点を活用しよう。顔の包帯がようやく取れた。感染を防ぐことはできたが傷跡は残るだろう。しかし私も私の新しい仲間も気にしないだろう。というより彼と初めて会ったのは包帯を取ってからだった。大きな木の枝から私をじーっと見下ろしていた。私もじーっと見返した。彼は小鹿のような風貌だが、その毛皮はカラフルで隕石のような光を放つ。キリンを彷彿とさせるがサイズはかなり小さめだ。彼が何者であろうとその無邪気さを放っておくことはできなかった。彼の名前はシャオ。暗闇を照らしてくれる私の小さな光だ。シャオのおかげで森の中の移動にはそれほど苦労せずに済んでいる。彼の光が私を導き守ってくれているのだ。前に戦ったことのあるトゲ付きの小さな動物たちが退去して押し寄せてきた。でも彼らはシャオの光に恐れをなして逃げていった。輝く柱を目にした時と同じだ。シャオがいる限り彼らを恐れる必要はない。だがシャオのパワーが無限なわけではない。定期的に光を消してやらなければいずれ自動的に消えてしまうだろう。森の暗い場所に入るときは注意が必要だ。シャオの光がなくなればどちらの命も危険にさらされることになる。シャオの助けがあっても私自身の足では限界がある。迅速に森を抜け資源を集めるのを手助けしてくれる馬が必要だ。幸運にも理想の獣を見つけることができたある夜、遠くから複数の遠吠えを聞いた。音の正体を探っていると毛のない狼のような風貌の不思議な獣の群れを見つけた。醜く獰猛な生物だが騎乗するのには理想的な体をしていた。今は群れを追跡している。狼の一匹が群れから離れた瞬間に矢を放ち自分のものにしようと思う。あの狼には C という名をつけた。彼は周囲の全ての光を飲み込んでしまいそうなほど黒い。ウーズイの代わりなどいないが C も素早く強い。彼に騎乗すれば森の中を楽に移動できる。もちろん C だけでは不十分なのは分かっている。この世界は強気が弱気を支配する。そこに適応できない者は始末される。
この傷がうずくたびにそのことを思い出す。生きるには強くならなければならない。我が軍を再構築する時が来た。昨日鱗を持つ巨大な動物を追跡した。その生物は大きな爪を持っていて、それを手のように使うことができる。動きは鈍いが頑丈そうだ。仲間にすれば大きな戦力になるだろう。だが私がその計画を実行に移す前に、何かが頭上からその生物に襲いかかった。それは巨大なトカゲだった。だがこれまで見てきたどのトカゲとも違う。そう、この動物はドラゴンだったのだ。体が長く、羽のようなたてがみを持っていた。ドラゴンは腕の羽を巧みに操って風に乗ると、鉄のような爪で獲物の殻を引き裂いた。そして食事が終わると壁を登り、暗闇の中へと姿を消した。新しい獲物を見つけた。すぐにあのドラゴンの力は私のものになる。ドラゴンは思っていた以上に恐ろしい生物だった。最初のうちは C がうまく誘導し、その間に私は矢でドラゴンを穴だらけにすることができた。だが私はドラゴンの翼上の腕の長さを見誤っていた。ドラゴンが突然飛び上がったことで C は足を負傷し、私はサドルから滑り落ちてしまったのだ。足を失った狼は長くは持たなかった。私は木に登ることで何とか生き延びることができた。ドラゴンの体に毒が回る頃にはその体は矢だらけになっていた。 C はその場に埋めた。それほど長い間一緒だったわけではないが、彼は本当によく仕えてくれた。彼のおかげで私はドラゴンの力を手に入れることができた。私は再びビーストクイーンとなったのだ。楽に洞窟内を移動できるのはドラゴンのおかげだ。私はこのドラゴンを青竜と名付けた。この洞窟が想像していたよりもはるかに巨大だということが分かった。森の先にはさらに地中深くに続くトンネルがあり、そこを進むと光る水が流れ、植物の繁もしているシャオのように輝く土地にたどり着く。一体どこまで続いているのだろうか。進み続ければ世界の果てにたどり着けるのだろうか。私には分からないが、このまま進み続けるつもりだ。家には帰れない。故郷のアイランドにも戻れないだろう。敵たちの死体からはだいぶ離れた。友達や味方には今のところ出会えていない。一番重要なのは死なないことだ。だから今はとにかく前に進むしかない。この土地の生物は地下に潜るにつれて凶暴になる。昨日頭にねじれた触手を持つ空飛ぶ悪魔の群れに襲われた。奴らはシャオを追っていたようだ。中には光を恐れる怪物もいるが、この悪魔たちは光を求めていた。だがそんな悪魔たちも青竜の牙と私の剣の前では無力だった。それでもこれからもシャオと一緒に行動するつもりだ。彼にはしばらく光をつけないようにさせている。彼が怪我をするようなことはあってはならない。ここで出会った人々の中でシャオだけは自分の意志で私についてきてくれた。ウーズイですらすぐに根を上げてしまった。彼女もアイランド出身だったようだ。だが彼女はもういない。しかも私は彼女を殴ってしまった。私たちは友人ではなかったということだ。この洞窟にいる人間は私だけではなさそうだ。今日見つけた足跡は獣のものではない。それは確かだ。しかしあれが人間のものでも私たちとは異なる移動方法を持っているらしい。まるで大きな力で踏みしめているように足跡は深く、その間隔も極めて広い。あの距離を飛べる人間などいないし、獣を連れている形跡もない。慎重に調査を進めようと思う。彼らが仲間かどうかを見極めるにはまだ情報が少なすぎる。どこで失敗した？静かに移動したし、ずっと影の中にいた。それなのに見つかってしまった。私はすぐに青竜に飛び乗った。だがなぜか彼らからは逃げきれなかった。戦うしかなかった。おそらく難しい戦いになっていただろう。敵は4人だけだ。こちらには青竜がいた。だが彼らの武器と鎧はまるで月明かりのように輝き、その所作は実に滑らかだった。先制攻撃を仕掛けようとしたその時、敵の一人が両手を上げてヘルメットを脱いだ。するとそこから人間の顔と太陽色の髪が現れた。彼女は仲間を説得して武器を下ろさせた。だが私はこれを書いている今でも手に武器を持っている。今夜は一緒にキャンプすることになりそうだ。だが絶対に寝ない。武装した人々は目を覚ますと多くの質問を投げかけてきた。青竜を蘇らせたのは私であると話したところ驚きの声を上げた。だが私が怪物の住む他の土地から来たと知るとそれ以上に驚愕していた。どうやら彼らにとっては重要なことだったようだ。
私も彼らに質問をした。嫁が聞き、あれだけ素早く動けるのは身につけている鎧に理由があるらしい。オレンジ色の髪の女性にヘルメットをかぶせてもらうまでは信じられなかった。だがヘルメットをかぶっていると緑色の光を浴びているかのように暗闇を見通すことができ、遠くにいる生物は赤い影となって映し出された。まるで魔法のようだった。しばらく村にとどまるつもりはないかと聞かれた。長居するつもりはない。だができれば魔法をもっと見てみたい。この村はその住人が身につけている鎧と同じぐらい奇妙だ。彼らは光を内包している道具を使用し、光り輝く金属のケースの中で眠りにつく。ケースをくれると言われたが断ってしまった。今は青優やシャオと一緒に外で睡眠をとっている。棺のような箱の中では眠りたくない。彼らは自分たちの使っている道具は魔法ではなく機械だと主張している。果たしてそんなことがあり得るのだろうか。アイランドには初めて見た武器や道具がたくさんあった。でもそれは全て実在する物質から作られていた。どうやって光に触れ、どうやって成形してるのだろうか。あれは不思議で美しい。できればその仕組みを知りたい。私にはまだ努力が足りないようだ。ダメだ。この機械たちは私の理解を超えている。最も単純なものでさえ適切に動かせない。これに比べたら槍や剣の訓練は単純だった。これまで雑用などをこなして生きてきたが、しょっちゅう周りの足を引っ張っていた。私は他の人たちよりも子供で、彼らもそのように私を扱う。私はそもそも彼らと一緒にいるべき存在じゃない。私にふさわしいのは獣たちと共に森で暮らすことだ。物資を分けてもらえるようお願いしたら、1週間以内にここを出ようと思う。オレンジの髪をした女性に立つ時に物資を分けてもらえないかと聞くと、ただではダメだと言われた。物資が欲しいなら自分たちの鎧を試せという。何を企んでいるのかはわからないが、鎧は試してみたいと思っていたので受け入れた。騙されていても良いとさえ思えるようになった。あの鎧に身を包まれていると、血が踊っているのを感じる。世界を感じられる。それ以前は眠っていたのではないかと思うほどに、この気持ちのまま立つことはできない。少なくとも鎧の扱いをマスターするまでは。話はそれからだ。慎重さこそが防御の鍵だ。当初は想定よりも遠くに行ってしまうことがあった。肩肘を張りすぎていた。今は自分を完全に制御できるようになった。卵を運びながらでも割らずに山を登ることができるし、素手で岩を砕いたり獣と戦うこともできる。鎧を身につけることに慣れてからは戦士としての成長が加速した。すでにジュジには競争やスパーリングで勝つことができる。今は彼女に優しくするように努めている。彼女には世話になったので恥をかかせたくない。本名で呼ぶべきなのかもしれないが、笑い上手の女性にダイアナという名前がふさわしいとは思えない。ジュジの方が彼女らしい。彼女は気にしていないが、オレンジが由来だとは知る由もないだろう。3日前、村人と一緒にドラゴンの卵を手に入れてくるように頼まれた。その時に初めて気づいたが、彼らはあまり動物を飼っていなかったのだ。彼らにとっては動物よりも自分たちの道具の方がはるかに信頼できるのだ。青優を見た時に非常に驚いていたのはそのせいかもしれない。狩りはうまくいった。作業は単純ではなくいろいろと説明しなければならなかったが、彼らは喜んでいた。そのおかげでこの鎧の耐久度をテストすることもできた。今では剣と同じぐらい使いこなせるようになった。この任務のおかげだ。狩りの後、私を子供扱いする者はいなくなった。だが彼らの道具にはまだ慣れていない。誰にでも得手不得手があるということだろう。私は猛獣使いにでもなったようだ。他の者たちはあの獣たちの存在になれ、世話の仕方を学ぶ必要がある。多大な労力が必要だが、私なら大丈夫だ。これだけの獣たちに再び囲まれているのだから。近接戦闘の訓練も行っている。武器は強力だが、彼らのほとんどは戦士ではない。戦争の味を知らない。ジュジは自分が兵士だったと、空飛ぶ鉄の船と戦っていたと主張している。この洞窟を出ることができたら証明してやるという。信じてはいないが、想像するだけなら悪くない。ついに皆と同じようにあの金属ポットで眠ることをジュジに説得されてしまった。よく眠れるようになったと認めざるを得ない。でもそれは彼女からうるさく言われなくなったからだ。今は他の村人たちと同じように生活している。彼らのように食べ、彼らと同じ服を着て、
彼らと共に働いている。道具の扱いには未だになれないし、彼らと同じようになれるとも思っていない。でもそれは黄金の乱の時も同じだった。一緒に戦った同志たちのような真の戦士にはなれなかった。この村でもそうだとしたら、もう少しここにいるのも悪くない。ここを気に入っている。迅速に動かねばならない。紫色の炎の川が流れる不毛の地である洞窟の深部にトライブが部隊を送り込んだ。何か重要なもの、村全体を救える何かを探しに行ったらしいが、未だ戻ってきていない。連絡を取ろうとしても返答はない。村人たちは洞窟に潜む悪魔にやられたのではないかと怯えている。私はそんなこと信じない。ジュジもいる。青優には紫の炎からも身を守れる私と同等の装備を持たせている。どんな獣や悪魔が待ち受けていようと私たちが始末する。そしてジュジたちを連れ戻す。ここは死地だ。大地にはひびが入り緑もない。光も星も存在しないから紫の炎に頼るしかない。青優ですら不満げだ。ここに生物がいるとは思えない。なぜジュジはここに来ようとしたのだろうか。危険を冒しても来なければならない理由とは。なぜ彼女は何も言おうとしなかったんだ。その理由が何であれ、すでに彼女の仲間が数名犠牲になっている。今朝彼らの死体を見つけた。ズタズタにされ、体の一部は食われていて、その近くには彼らの動物の死骸があった。そこに樹脂が含まれていなかったのは幸運だった。前方に巨大なクリスタルの塔がそびえ立っている。そこでは紫の炎がガチガチに凍りついている。彼女はそこに逃げ込んだのかもしれない。この銃を作った人物を探し出し、心の底から感謝したい。この銃は命を救った。照準を強化した武器で巨大な化け物から逃げる2人の人間を見つけたのだが、私との間には障害があった。回り込むよりも先に青優を送り込み、私はそのまま撃つことにした。私の狙いは確かだった。化け物は倒れた。再び起き上がる頃には青優がいた。私たちは協力して始末した。人間の一人がジュジであったことは彼女に抱きつかれるまで知らなかった。そのような行為には慣れていないが、私がどれだけ彼女の無事に安堵しているかは理解してくれたようだ。彼女の仲間は負傷していたが生きていた。休養を取れば問題ないだろう。今でもジュジにここから出ることを説得できずにいる。ダイアナという本名で呼ぶことで私の真剣さを伝えようともしたが、聞いてくれなかった。とても大切な計画があるらしいが、彼女の仲間に起きたことを補えるものなどあるのだろうか。本当に悲惨だった。夜中に痙攣し始めたと思ったら、彼らを攻撃していた化け物の小型版が心臓を切り裂き胸から飛び出してきた。周囲に血と骨が飛び散った。私はその化け物がこっちに向かってくるまでショックのあまり動けずにいた。幸いにもジュジが助けてくれた。何を目指しているのかは知らないが、それを得るためにはさらなる危険が待ち受けているはずだ。ジュジが探しているものは私たちが野営していた場所からほど近い遺跡の中にあると言っていた。遺跡といっても私たちの村に立っているようなものではない。古風でありながらも新しい建物というのは不思議なものだ。すぐに敵に襲われたこともあり、ゆっくりしている時間はなかった。敵が醜く攻め立てる中、ジュジは探し物を探しに行った。私は青優の大砲と共に敵を食い止めていたが、ジュジが探し物を見つけた頃には私たちは限界を超えていた。恥ずべきことに私は敵を抑える青優を置いて逃げるしかなかった。彼の叫ぶ声を背に逃げるのはとてもつらかったが、彼の犠牲により私たちは救われた。友よ、こんな私をどうか許してほしい。青優のいない私たちは注意深く進まなければならなかった。また悪魔と戦うようなことになれば全滅しかねない。だがどうにか見つからずに目的地までたどり着くことができた。あとは壁を登るだけだ。騎乗動物はいない。だからピッケルを使ってじっくりと時間をかけて登るしかなかった。長くて危険な道のりだった。2人とも何度も落ちそうになった。だが無事に壁の上の洞窟にたどり着くことができた。登り終わった後、私たちはそこでしばらく横になった。その時に私たちが笑っていたのか泣いていたのかは覚えていない。もしかしたら両方だったかもしれない。ジュジは今回の発見が村を救うことになると言っている。だが私にはどうでもいいことだ。私はとにかく2人がまだ生きていることに感謝したい。急いで村に戻ると英雄が現れたかのような歓迎を受けた。ジュジの宝を使えば
ここから私たちを連れ出してくれる魔法の扉を完成させられるらしい。つまりここから脱出して故郷に帰れるということだ。私ももっと喜ぶべきなのだろう。これは私がずっと待ち望んでいたことだ。だが私が何よりも安心したのは彼らが未来について語った時のことだ。そこに私も含まれていたのだ。ついに彼らの一員になることができた。傭兵としてではなく、人手が足りなくなったわけでもない。私を必要としてくれているのだ。これもジュジのおかげだろう。いや、ダイアナか。最初に信用してくれたのは彼女だ。絶対に忘れない。最近故郷のことを考えている。今や遠き場所だ。手が届かないところにある。他の者たちがその魔法のドアを完成させようと、私が自分の故郷に戻ることはないだろう。今はそれを受け入れている。未練はない。私には新たな家がある。未だに慣れないこともあるが、それはそれで適応できている。道具の扱いは日に日に上手くなっているし、日々のルーティンにも慣れてきた。ここが日常になってきた。そしてこの新しい家が害されることは許されない。私は人生をかけてこの場所を守る。